さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。もう今年になって2ヶ月が経とうとしていますが、本日は今更ですが、去年購入したものの中でこれは買ってよかったと思うお気に入りのアイテムをいくつかご紹介しようと思います。そして、その動画の後半では先週までお送りしていたヨーロッパ旅行で購入した購入品をご紹介します。それでは早速、去年購入したお気に入りのアイテム1つ目、まずはこちら、去年の2月末に購入したバーキン25センチです。私はね30センチも持っているんですけど、やはり25センチはね重さとサイズがすごく使いやすいです。30センチと比較すると、結構小さく見えたりするんですけど、物は案外入ります。それにねこちらのバーキンはキャバンというお色味で真っ黒ではないんですけど、季節を問わず使えるので結構気に入っています。そして2つ目は以前もね動画でご紹介したことがあるベルギー発のアイデオというジュエリーブランドが作っているジュエリーで、私がねアイデオのジュエリーを気に入っている一つのポイントとしては、一旦スタッドピアスを購入してしまえばそのね自由自在にアドオンを組み合わせて、その日の気分や着ているものによってねそのいろんなスタイルのダイヤモンドジュエリーを楽しむことができるということです。最近ね私がオーダーしたアイデオのジュエリーが昨日届いたので、今日はね一緒に開封してみましょう。パッケージがねもうすでに可愛くて、もう自分用でもテンションが上がるし、そのギフトでも喜ばれると思います。このパウチがめちゃくちゃ可愛いですね。絶対使える。こちらはギャランティーカードが入っています。可愛い。毎回思うんですけど、本当にアイデオってねパッケージがすごく可愛いんですよね。今回私がオーダーしたのはこちらです。今回私はベースのスタッドピアスとこちらのレアというティアドロップのダイヤモンドがついたアドオンを選びました。丸いスタッドピアスとレアのティアドロップダイヤモンドのアドオンの組み合わせはシンプルでも華やかさとデザイン性もあって、フォーマルなシーンや普段使いと幅広く活躍できそうです。個人的にはつけた瞬間からすごく大好きで、早速お気に入りのピアスになりました。もう一つはこちらのチェーンネックレスとレナのアドオンを選びました。早速つけてみたいと思います。でですねこちらのチェーンは長さの切り替えが3段階ついているので、その日のスタイルに合わせて長さを変えたり、他のネックレスとの重ね付けもしやすいと思います。ネックレスをつけてみるとシンプルなデザインですが、ダイヤモンドが連なっているので華やかさがあり、チェーンの長さを変えることでフォーマルの日はもちろんカジュアルの日も両用使いできそうです。せっかくなので私が持っているダイヤモンドのネックレスと重ね付けをしてみました。重ね付けの相性も抜群で、これからたくさん活躍してくれそうです。かわいい。製造の過程で人も環境も傷つけることなく誕生するラボグローダイヤモンドを使用するアイデオのサステナブルな考え方にはとても納得できますし、アイデオのジュエリーは14金ソリッドゴールドを使用していますので、長く使用しても錆びにくかったり変色の心配もいらないので安心してずっと使えます。アイデオのジュエリーは特別な日はもちろん普段使いもできるスタイルがすごく気に入っています。さて、もうすぐホワイトデーも近いですし、自分へのご褒美や大切な人へのギフトに今回はこちらの割引コードも準備していただきました。概要欄に今日私がつけているこちらのジュエリーと割引コードを載せておきます。アイデオのジュエリーは世界中に郵送していて送料が無料です。
それからウェブサイトは英語なんですけど、英語が苦手だという方はお買い物をするときにウェブサイトを日本語に変換してしまえば日本語でお買い物をすることができます。さてお次はこちらはねもう2つ目になりますが、ラネージュのリップスリーピングマスクです。ロサンゼルスに住んでいるせいか、年齢のせいなのか唇の乾燥がひどいんですけど、こちらのスリーピングリップマスクはとにかく保湿効果が抜群で、その夜塗って寝ると次の日のリップの塗りがすごく良くなります。せっかくなのでね、今日はちょっとテクスチャーをお見せします。結構しっかりつくので、その寝る時までしっかり唇が保湿されるのが苦手だという方もいらっしゃると思うので、好みは分かれるかもしれません。ただね、極度な乾燥でお困りの方にはおすすめできます。ちなみに私はグレープフルーツの香りを購入していますが、匂いのね癒し効果もあって気に入っています。こちらはパリに行った時に初めてヴィンテージストア巡りをした時に出会ったレザージャケットです。購入した時のね動画を見ていただいた方はご存知、サイズは少し小さめでしたが、とにかく一目惚れで、もちろん1点しかなかったのでサイズ感より欲しさが勝って購入しました。おかげさまで太ったら着れなくなると思いながらね、体型をなんとか維持できています。こちらはルテインというサプリメントです。主な効果は紫外線やブルーライトから目を保護してくれたり、抗酸化作用による目のアンチエイジング、そして白内障のリスクの軽減といった効果があるそうです。今の時代ね、そのスマートフォンだったりテレビ、そしてパソコンとねブルーライトを浴びずに生活をするというのはなかなか困難です。私もデビットもですが、特に YouTube を始めてからはパソコンでの作業が増えて目が疲れやすくなりました。そこでねこのサプリを取り始めて目が疲れにくくなったかなという気がしています。以上が私が去年買ってよかったと思っている購入品の紹介でした。何かね一つ購入するとしても様々な選択肢があって、便利すぎる世の中で本当に自分が気に入るアイテムっていうのを見つけ出すのは結構難しいと感じています。今年もお気に入りなものを見つけることができれば、またね年末に動画でシェアしようと思っています。それではここからは先週までお送りしていたヨーロッパ旅行で購入したものを紹介します。まずはロンドンの購入品紹介から。こちらは大英博物館のギフトショップで購入したロゼッタストーンの T シャツとウォーターボトルです。でこのウォーターボトルなんですけど、デビッドにね LA でも買えるんじゃないのって言われつつも、何かね大英博物館に行った記念が欲しくて衝動買いしました。I was worried about the luggage space. OK だそうです。お次はパリのデパ地下での購入品です。過去動画をご覧になられている方はいつものだと思っていらっしゃると思いますが、リピート買い商品たちです。こちらの商品に関しては詳しく別動画でお話ししているので、興味がある方はこちらの動画をご覧ください。こちらは以前動画でも紹介したオフランスで人気のチョコレート、ジャック・ジュナンの娘さんのジャド・ジュナンさんのお店で購入してきたチョコレートです。
夏にねパリに行った時にバケーションでお店が閉まっていたので、今回再びトライしてみたら、今回はお店が開いていたので無事にチョコレートを購入することができました。では早速、今日はこのチョコレートをいただいてみます。Dave? Hello everyone. We waited till this video to unbox this chocolate, so I've been really looking forward to tasting it. Let's get into it. それでは開けます。そうここにねちょっとカードが入っているんですけど、このカードが何なのかというとこれを QR コードで読んでみるとですね、このようにフレーバーリストですねが入っていてどんな味なのか色別で書いてあります。こんなにいっぱいあるよね。So many kinds. Let's try some. You can't wait, huh? はい、それでは Which one you want? This green one? I already had mint. You know it's mint. そう試食もらったんですよ。We get the tasting. I had macadamia. Okay, Dave. Which one you want to try? I think this red one looks good. Yeah? Okay. Go ahead. Here we go. Show it to everyone. This pyramid. It's so cute. ほんと可愛いよね。どうぞ。いただきます。Can you tell what it is? I want to say some kind of flour, Okay. like smoked flour or something. It's kind of interesting. Okay. But the chocolate is really smooth. It's got a great texture. It's like crunchy but soft at the same time. ああ。Okay. デビッドビンゴ。 Really? 正解。Oh, good guess. デビッドが食べたのは、ジャスミナーという、アーモンド&ジャスミンフラワー。Wow. いいな。You get the good one. Very complex, but so smooth. Okay, it's gonna be my turn. Okay. Okay. I'm gonna try this purple. この紫色のピラミッドをトライしたいと思います。いただきます。これなんだろう。ちょっとわかんない。やばい。I'm gonna go blue. Good choice. 私はこの青いピラミッドをいただきます。なんかチョコレートの中にバニラのテイストがするんだけど、どうですか？デビッドが答え合わせをしてくれています。Vanilla of Tahiti. Tahiti vanilla. タイチのバニラ。Tropical vanilla bean, I guess. ですね、こちらのジャドジュナンさんのチョコレートは材料がね自然のものを使用しているのでとてもシンプルなんですけど味にとても深みがあります。そしてこの小さなピラミッドの中にね素材の味と香りをぎゅっと凝縮させたチョコレートが癖になります。I love it! Happy purchase. Can I have some more? I'll think about it. そして何といってもこの一つ一つのチョコレートに筆で描いた色のニュアンスが絶妙で可愛らしくて、そしてこのチョコレートの缶も素敵だし、お土産でもらっても絶対嬉しいですよね。また次回パリに行ったらね、ジャドジュナンの別のチョコレートも買ってみたいです。さて残すはこちらのエルメスのオレンジです。今回の旅でバッグを2つ購入できたので、早速今から開封していきます。まずはこちらから。この箱の形でね、ちょっとお分かりの方もいらっしゃるかもしれません。今回私たちが購入したのは
ピコタン18のお色味がキャバンという2022年秋冬の新色で、金具がゴールドです。このバッグを購入した時の詳しいお話というのはこちらの動画でしていますので、興味がある方はこちらの動画をご覧ください。実はこのピコタンは私のバーキンと同じ色なんですけど、今回このピコタンは私の妹用に購入してきたので、お揃いの色っていうのがちょっと地味に嬉しいです。それでは2つ目のバッグを開封していこうと思います。今回私が購入したバッグはケリー25センチエプソムレザーのお色味がノワールで金具はゴールドです。このバッグを購入した時の詳しい話というのは別動画でしていますので、ご興味があられる方はこちらの動画をご覧ください。このスペックのケリーはね本当にしばらく探していたので、まさかこのタイミングで購入できると思っていなくて、紹介していただいた時には感激しました。これからね大切に使っていこうと思います。それでですね実はあともう一つありまして、購入品がこちらの小さな箱に入っているシルバーのリングです。こちらのリングはね大きいサイズと小さいサイズがあったんですが、大きい方がかっこいいかなと思って迷わず大きい方を選びました。ちょっとつけてみます。サイズはね中指かっこいいですよね。はい、こういう感じです。以上が今回のヨーロッパ旅行での購入品です。やはり今回はね寒くなってきたのでアウターを持っていく数が多くなって、そのスーツケースに余裕がなくなってしまったせいでちょっとあまりお買い物はできていないんですけど、一番欲しかったねバッグを購入できて、それに妹が欲しかったバッグも偶然紹介していただき、購入することができてとてもラッキーでした。今日はこの辺にしたいと思います。もしこの動画を面白いと思っていただいた方の中でまだチャンネル登録がお済みでない方は登録もよろしくお願いします。それではここまでご視聴いただきありがとうございました。良い一日をお過ごしください。バイバーイ。